こんにちは。お元気ですか？今日は6月9日の火曜日ですね。今日は全国的に曇りやら、ちょっと雨やらみたいでね。お天気は若干下り坂みたいですけどもね。今日気温的にも少し肌寒かったのでね、久々にちょっと上着を羽織ったりしましたね。薄手のカーディガンをちょっと羽織ってみたりしたんですけど、最近はね、結構暑い日が続いたので、半袖でね、過ごすことが多かったんですけども、まあやっぱり半袖とかだとね、気持ちいいですよね。風も感じるし、風に吹かれたりとかしてね。あと洗濯物が楽っていうのがいいですね。やっぱり長袖 T シャツとかの時期とかだとね、洗濯物そのまま洗っちゃうと、袖の部分が洗濯機の中で絡みまくるんで、洗濯ネットを使ってるんですけども、ネットに入れるのが地味にめんどくさいんですよね。それが、その半袖の時期になるとね、もうただ洗濯機にぶっ込んでるだけなんで、めっちゃ楽っていう感じで。そうそう、だからね、この半袖の時期は洗濯もちょっと楽になって嬉しいなっていう感じなんですけども。そういえば先日私洗濯機を買い替えたなんていうね、話をしましたけれども、新しい洗濯機になってみたらね、やっぱりちょっと汚れの落ちが少しいいので、それがなんかね、少し、なんていうか気分が上がるっていうかね。まあ前の洗濯機もね、全然悪くなかったと思うんですけども、少し洗浄力が前より少しいいぞっていうのが分かったらね、やっぱね、新しくしてよかったなーって思いますね。前の洗濯機、11年目ぐらいだったんですよね、使ってて。なので、まあメーカーとかは違うんですけども、まあここ10年ちょっとで、まあ性能もまた少し良くなったのかなーなんて思ったりしてね。やっぱこういう家電とかってね、まあ2、3年とかだったらあんまり変わらないかもしれないですけれども、まあ10年経つとね、やっぱり結構違ってくるっていうのはあると思いますね。まあ、昭和の頃の家電と比べたらだいぶいろんな家電もね、違ってきてると思うんですけども、このだんだんこう、その家電のレベルというか、質というか性能とかが上がってくるのって、これ無限に上がっていくもんなんですかね。だから例えばあと30年後とかだとめっちゃものすごくもっと性能が良くなったりするんですかね。どうなんだろう。まあ、あとは傾向としては結構 AI が搭載されたりとかいう観点とか、AI が搭載っていうかね、いろいろそういう方面での技術革新とかでね、いろいろ細かい部分がなんかいろいろ変わってくるのかななんて気がするんですけれども、個人的にはね、私洗濯機で一番こうどうにかしたいなって思うのはね、絡むやつなんですよ。さっきも長袖が絡むからって言ってましたけれども、洗濯ネットを入れたとってやっぱりどうしても洗濯物同士って絡み合いますよね。私すっごいそれが気になるタイプで、こう洗濯機でもう絡むのはしょうがないと。ただこう絡んだ状態で最後まですすぎから脱水まで最後まで終わってしまうと、その絡んでる部分に洗剤が残ってるんじゃないかっていうのがすごい気になっちゃうタイプなんですよね。こう目で見えなくても洗剤が残ってたらやっぱりなんか嫌だなって思うので、私いつもね、洗濯機でこう洗濯するときに洗剤での洗いの部分が終わってすすぎに入った時に一回手で絡んでるのをこう戻すんですよ。戻したいんですよ。でその綺麗なお水で洗剤をすすいでる時にきっちりすすいでくれるようにこう絡みをなくしてすすぐので、一回一時停止を押して手でこう直してるんですね。ただこう洗濯の途中でこうなんかに熱中してたりとかするとその手でね絡みを直すのをすっかり忘れちゃって、最後に洗濯が終わって洗濯機がピーピーピーって言った時にしまったと思って
辛みを直すのを忘れてしまったとか思って、そうそう、あと辛みを直すついでにっていうのかな。あとすすぎの水を一段階多くしてるんですよね。やっぱりね、もうちょっとしっかりすすいでほしいっていうのがあるので、ちょっと、節水とはいえ、ちょっと水少なすぎんみたいな感じになっちゃうんですよ。だから、洗いの時は少ない水で、洗剤の濃度も高くすすいでくれて全然いい、洗ってくれていいんですけども、すすぎの時はもうちょっと水を多くしたいっていうのがあって、そうそう、今までは手でね水を多くしたりとかしてたんですけども、新しく買った洗濯機だとね、すすぎの時の水の量が、そこまで少なくないから、別に水の量はそのまんまでもいいかもなとか思ったりとか、日によっては少し水多くしようかなとかいうのをね、目で見てやったりとかしてます。ちなみに新しく買った洗濯機はメーカー的にはアクアなんですけれども、そのアクアのこの洗濯機がすごくいいなって思ってるのは、蓋を閉めた時に中身がバッチリ見えるようになってるんですね。だからそれがすっごい私好みなんですよ。私中身めっちゃ見たいんですよね。絡まってないかなとか、水量が少なくないかなとか、そうそう。だから本当はねいろんな性能とかね、インバーターがついてるやつにしたいなとかいろいろ思ったんですけど、違うメーカーとかでね。でも結局は設置する時の自分のアパートの間取り的にもうインバーター付きは無理っていうことになって、結果的にサイズで選ぶことになっちゃったんですけども、それでもね、今回買ったアクアのね、上からねしっかりと見れるようになってるっていうのはね、いや良かったなっていうふうに思いましたね、使ってみて。そうそう、だから洗濯ライフがね少し前より綺麗に落ちるようになったし、すごくそこはね、なんていうかちょっと日常的に少し軽くルンルンしてる部分はありますね。そうそう。あとね、もう洗濯機、多分ね、私洗濯機の取説まだちゃんと見てないんですけども、多分ね、ある程度カスタマイズしてコースで、なんかできるっぽいんで、もしかしたらすすぎの水を少し多めに設定するっていうカスタマイズの設定をしとくと、毎回もうそのコースで、自分のカスタマイズコースで洗えるとか、そういうのが多分できると思うんですけど、ちょっとまだね、ある程度もうちょっと使ってみて、これくらいがいいかなっていうのが決まったら、ちょっとそういう設定とかしてみようかなっていうふうに思いますね。で、洗濯機の性能がね、この先10年20年と性能がどんどん良くなっていったら、いろいろ細かいところよりもね、私はねとにかく洗濯物同士が絡まるっていうのをどうにかできないかなって思うんですけども、それはやっぱりね、ある程度物理的に人間の手みたいに絡まるのを引き離すみたいなね、そういうなんか装置をつけないと、さすがに水流とかだけではね絡まるのを防ぐっていうのはちょっと無理な気がするんですよね。そうするとなかなかもうどんなに技術がいろいろね技術革新が進んでも、洗濯物が絡まるっていうのはもしかしたら30年後も同じように解消できないかもしれないなって思った時に、わかんないですけど、逆に30年後はね、ヒューマノイドっていうかね、ロボット的なものが家に設置されて、洗濯機の性能っていうよりもロボットがやってくれるからみたいなそっち側の解決になるかもしれないですけど、いいや、私的には洗濯機のなんて言うんだろう、すすぎが1回終わりましたよっていう時のお知らせブザーみたいのをつけてもらえると、その時自分がすすぎ終わったんだみたいな感じで、すすぎが終わって一回脱水された状態でこのブザーみたいのを鳴らしてもらえると、その時自分がパパパって言って絡みをね自分の手でね
洗濯物の絡みをこう直してっていう風にできるんで、もうねそんなね小難しい技術はどうでもいいから、一回すすぎが終わったっていう時に教えてくれるっていう仕組みをつけてくれるだけで全然いいなって思いました。もしかしたら設定でできるのかもしれないですけど、もうそれだけで十分だなって思ったりとかしたっていうね、ちょっとどうでもいい話なんですけど、そうそう、なんかね、私結構洗剤が残るとかすごい嫌なタイプなんですよね。別になんていうか神経質な性格とかそういうことはないと思うんですけども、単純に洗剤が残ってるのが嫌っていうタイプで、それを言ったらね、私お皿とかの食器を洗う時とかも多分ね、すすぎが人より長いと思います。もう泡とか切れてんのに結構何回もお皿の表裏って何回もすすいで、多分一般の人よりもたくさん水を使ってすすいでるんだろうなっていうふうに思いますね。だからこあんまないですけど、たまに友達とかが家に来てこう泊まったりとかする時にお皿とか洗ってくれようとするじゃないですか。そういう時とかって本当は私自分で洗いたいから手伝ってほしくないけれども、いろいろねこうこう泊まりに来た人とかはね、こう何もしないと逆にすごい居心地悪いじゃないですか、ある程度手伝わないと。なのでこういろいろ手伝ってもらったりとかするんですけども、そういう時にこう小姑みたいにいろいろ言うのは自分的にも嫌なんで、そういう時だけはお皿とか人に洗ってもらって、ちょっと気になっても少しぐらい洗剤を食おうっていう気持ちでそこはねこう人にお任せしてたりとかするんですけど、だから意外とね人が来ると全部自分でやってしまった方が気持ち的には楽っていうのはあるんですよね。ただ全然自分が気にならない部分は手伝ってもらうっていうのはもちろんありよりのありっていうかありなので、そうそうそんなことをちょっと思ったりしました。なんかちょっとどうでもいいことなんですけどね。さっきねスーパーに行ってきたんですよね。話全然変わるんですけどで今日気温的にねちょっと肌寒いぐらいだったんで、最近ずっと履いてなかったこうズボンをパンツをねストレッチパンツ、ストレッチっていうほどストレッチしてないんですけど、体にぴったりある程度ぴったりするようなデザインのパンツを履いたんですけども、そしたらねやっぱりね体型って結構年々変わってきてるなっていうのは分かったけど、結構去年と今年にかけてやっぱりこの一段階やっぱり年齢が進んだのかもなっていう風な残念な気づきを得たんですけども、ここ最近腹周りの肉がちょっとおかしいなと思ってたんですよね。すごいめっちゃ食っちゃったりとかして太ったっていうんだったら自分でも太るよねっていうのはわかるんですけども、いやそこまでバカ食いとかしてないし、ある程度は食っちゃってはいるけど、でも今までの感覚だったらこれでこうはならないっていうレベルで、なんかねだから生活習慣で太ったっていうよりも単純に何かが変わった、体のプログラムが何か変わったっていう感じで、ちょっとこれがやっぱ年齢でっていうのがまたここに来て一段階ガクンと何かが変わったんだろうなっていうふうに思いました。残念ながらちょうどね更年期っていうのをはっきり感じ出したのもこの1年だったっていうのもあるので、明らかに女性ホルモンっていうのは急激に減ったとかね、そういうのはあると思いますし、それでねお腹周りにお肉がついてっていうのはあるな。今までの太り方とまたちょっと違う感じがどんどん出てきたなっていうのは感じましたね。で今日久々にそのズボンを履いた時にぴったりの言葉を見つけたんですけど、今まで太っちゃったって思った時の
このズボンとかをね履いた時、前と履いた感じの感覚とか、こう鏡で見た時のラインが違うとか、そういうのはあったんですけど、今回思ったのはすっごい肉がダブついてるっていう風に思ったんですよね。太ってるとかそういうのもあるんですけど、その中ですごく肉がダブついてるっていう表現がぴったりって思ったんですよね。だからこう今の中年のちょうど更年期になって、こう体が変わってきたっていう感じで、不摂生とか食いすぎで太ったっていうんじゃなくて、こう年齢的なものとか、この女性ホルモンが減っていろいろ体が変わってくるっていうサインの一つとしての太り方として、今回の太り方でこうぴったりの言葉は肉がダブついてるっていう太り方だったんですよね。ちょっと悲しいんですけど、だからこうなんだろう、こうやっぱりこう少し重力もあり、その肉の肉質的にもちょっとこうダブついてるそういう太り方だなっていうふうに思いましたね。そうそう、だからね、こうなんて言うんだろう、すごくこう太ってもしょうがないよねっていうぐらいめちゃめちゃ食ってたりとかしてたら、ある程度あれなんですけど、なんか今までと大して同じような生活をしてて、なのにこう体がね、肉がダブついてきてしまうって、はあっていう感じですよね。まあそのはあっていうのを繰り返しこうだんだん慣れてくるんですけど、30代後半くらいからちょっとやっぱもう体型的にちょっとなーっていうのも出てきて、やっぱ42、3ぐらいで明らかにこう違う太り方がガクンときて、うわーって思ってて、そのうわーっていう感じにもこう徐々に慣れてきて、で49歳の今またこうガクンとね、更年期の症状も出てきたこの年代でまたガクンときて、ふわーって思ったっていう。だからちょっとずつもうある程度諦めて、気持ちをその自分のこの状態、体型とかそういうのに慣れさせてきたのが、またここで一旦ガクンとくるというそうそう、だからまあそういう感じですね。だからね、本当にね、このまあアラフィフとか50代以上の方とかで、まあ、YouTube とかでね、まあいわゆるこう体をすごいダイエットとかボディメイク的なチャンネルをやってる人とか多いじゃないですか。で食べ物とか、こう大体そういう人ってね、ジムとかに行ってウェイトトレーニングを取り入れたりしてる人が多いですよね。こう美しい体とかをね、健康的な体をこうキープしてる方のこの Vlog 的なのを見たりとかしますけども、もうね、このアラフィフ以上の方でスタイル的に全然お腹とかが出てなくて美しい形をしてる方っていうのは、まあ言うなれば異形だなって思いました。異形っていうのは異なる形っていう意味でのだからイレギュラーな人たちですね。特に不摂生をしていない健康的なすごい標準体型で健康的な人は、アラフィフ以降は腹は出ますみたいなそれが普通ですみたいな、まあ、よっぽどね、もともと生まれ持った体質的にこうその辺が太らないって人もいるかもしれないけど、でも大体そういう人でもね、下っ腹だけはすごいこうダブつくと思うんですよそうそう、だからなんだかで全然こう食事が取れないとか、どうしてもこう食べるのが好きじゃなくてずっと細く、年齢がいっても細くいるっていう人はまた別として、もう一般的な太るような生活をしてなくて健康的なアラフィフの人は下っ腹というかね、腹周りだけはそれでもダブつくっていうのがもうなんていうかデフォルト、アラフィフの人のデフォルトなんだなっていうふうに思ってだから YouTube とか、まあ、他の SNS とかで見るこうスタイルのいい50代の人とかはね、普通に生きてたら
腹がダブつくはずなのに、それをもうプラスアルファで無理にって言ったらあれなんですけども、その形をシェイプする営みをしてるんですよ。もうだから普通に生きてたら普通に健康的にきちんとした生活をしてても腹はダブつくはずなんですけれどもそれをもう体の形を整形するためにこうなんかねそういう形を整えるボディメイクをしているっていう感じだと思いましたね。そうそう。だからそういう人たちはねこうかっこいいと思うし、それを生活を律してでやってるこう忍耐強さとかねいろいろやり続けるこう力とかがあって本当にすごいなっていう尊敬に値するし、あとはそういう人たちはそういうこうボディメイクの運動的なものがやってるうちに好きになったり生活の習慣になったり、やらないと逆にっていうのも出てきてるとかね、そういうのもあるだろうし、あとは何よりねそういうことをやり遂げてる自分がメンタル的にすごくこう充実してメンタルヘルス的にはそういう自分っていうことでねすごく自分が好きになれたり自己肯定感が上がったりとか、そういうのもあると思うんですよね。あとはもちろんねスタイルのいい自分っていうのを見たりするだけでそれだけでもすごく気持ち的にね上がるじゃないですか。あと洋服とかも楽しいし、でもちろんね体とかも、普通の人よりたくさん元気に動けるっていうのを考えたらねそれによってのメリットっていうのは日常生活でいっぱいあると思うんで、元気でいられるっていうだけでね。そうそう、だからそういう人はそういうなんていうかねこのルーチンに入れてうまく歯車が回ってて羨ましいなとは思うんですけども、無理にそこを目指す、必要はないというかね。なのでなんていうかこのアラフィフぐらいになってきたらねそれに無理をしない洋服選びとかね楽な洋服選びだから最近はね流行的にもあんまピタッとした洋服とか流行ってなくて、どっちからっていうと結構なんていうかダボっとしたというか太めのパンツとかねそういうのが流行ってる傾向にあるので、そういうのをね着たりとかして、あとはやっぱりなんて言うんだろう、結構年齢がいった方とかがねちょっと太めのパンツとかをね特に私好きなのは七分丈とかのね太めのパンツとかを履いてる年上の方で、それでおしゃれに着こなしてる方とかいるとねちょっとね少しおしゃれに感じるんですよねそれは多分私の好みだと思うんですけど、そうだからそういうのをラフな感じで着られるお洋服を楽しむフェーズに入ってきたんだなっていうふうに思ってそうそう、だからそのラフな服が楽しく着れるレベルの体型にはどうにかキープしたいなとは思うんですけどそうそう、だからそのラフなのが着れる体型っていうのはそうだな、私身長161センチちょっとぐらいなんですけど、だから私くらいの160ちょっとぐらいの身長で例えば80キロとかいっちゃうとラフなものもちょっと着こなせないというか自分のイメージするシルエットで着れないと思うので、そうそうだからねでもどうだろう、昨日ちょっと YouTube で見たおかずクラブのゆいぴーの友達の結婚式に出席した時の着てる服とかヘアセットとか見てたらゆいぴーかわいいなとか思って、ちょっと太った感じでのおしゃれっていうのも楽しそうだなとか、でもだからって自分がそこまで太らなくてもいいっていうかあれなんですけど、逆に私の年齢でちょっと今からもうアラフィフで今からちょっとそこまで太っちゃうのは健康的にもやばいので、
そうそう、だからそこまで太らなくてもいいと思うんですけど、あれなんかしないけど、私太る方向の話になっちゃったんですけど、まあなんだろう、人それぞれなんで、体質とかもね、自分がこう普通に生きてて、体が調子いいなっていうくらいのレベルで、このお洋服とかもその時の自分のこの体型に合った楽しみ方とかね、あとはその年齢に合った楽しみ方とかがね、できればいいのかなって思ったりとか、まあしましたね。昔に比べてやっぱり今のご時世今の時代はあの中年期後年期っていう方もね、いろいろおしゃれを楽しむっていう文化になってきたじゃないですか。昔はね、本当に若い時代を過ぎると、そもそもファッション誌がなかったっていうふうに私は記憶してますね。なくはないんですけども、今みたいにおしゃれなファッション誌が数多くなかったと思うんですよ。今ってこの40代以降のおしゃれなファッション雑誌ってあるじゃないですか。で、こう年齢をある程度重ねてもこういうなんかいろいろこうお洋服の選択肢とかね、ジャンルとかも増えたから、そういうのがいろいろ楽しめるのかなっていうふうに思ったりしましたね。楽しめるかなって思うほどちょっと今全然お洋服とか買ってないんですけど、この引きこもり生活になって5年ちょっと全然お洋服買ってないんで、家着とか下着肌着とかしか買ってないんです。あれなんですけど、そのうちね、外に私が出始めたらまたこのお洋服着るものとか楽しみたいななんて思いますね。なのでその時までにね、こうちょっとこのダブついた腹がこれ以上こう膨張してきたらどうしようっていう問題はあるんですけど、どうにかね、こうなんていうか、こうラフなこうパンツとかぐらいは楽しく着こなせるぐらいの体型はキープしたいなっていうふうに思ったりとかしますね。ということでございました。それではまた。